おはようございます。たかしです。本日は7月19日金曜日、ただいま8時28分。それでは本日のポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれども、サブスク利用料がちょっと考えている学生さんやシングルペアレントさんの応援キャンペーンとして、ノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は GMMA の青帯付近で接触してそこからの上昇になってますね。朝方から一度下落したんですが、結果的には下髭の陽線で冷やしを終えております。ただここのところの動きを見ているとずーっと下落方向に動いてきて、昨日1日陽線が出ただけですので、本日もさらにここから下落していく可能性は考えられますし、今までの動きを見ているとこのトレンドラインぐらいまで下落してもおかしくないと見ますので、そう考えるとここですね、この白い水平線付近 200.5 ぐらい、200円台ぐらいまでの下落の可能性は十分ありますので、その辺の動きもまだ考慮しておく必要があります。もちろん昨日は GMMA の青帯で接触してきてますので、ここから上昇していく可能性もありますので、本日が昨日の安値を下回ればもう一段の下落、本日が昨日の高値を上回ればそこから上昇していくと考えておくのが分かりやすいですね。では4時間足です。4時間足の場合、下落してくればこの辺りかなっていうのがこの黄色のゾーン付近ですね。ここが下落の目安です。先ほど言っていた 200.5 という日足の水平線と4時間足の水平線を引いてます。だいたい200円から201円台、その辺りまでの下落をイメージしておきたいです。現在は GMMA の青帯は下向きですね。そしてこの直近ではここ GMMA の青帯に上値を抑えられて下落してきておりますので、当然ここから上昇していたとしても GMMA の青帯で再び上値を抑えられて、そこから下落して黄色のゾーンぐらいまでというところも考えられますので、まずはこの GMMA の青帯に沿った方向のトレードをしておくのが分かりやすいですね。ストキャスティクスは高値圏に差し掛かってますが、もうちょっと上昇余地があるので、もう少し上昇するのかなと、 GMMA の青帯ぐらいまで上昇してそこからの反転下落をイメージしておくといいと思います。ただし GMMA の青帯上抜けてくれば再び208円を目指すようなそんな動きになってくると思いますので、まずは GMMA の青帯を上抜けるのか、それとも上抜けられずに下落するのかっていうところに注目です。では1時間足です。1時間足には黄色のゾーン、白いゾーンを描いております。この辺りまで上昇してくれば上値が重くなるのかなというところですね。白いゾーンがだいたい 204.7 付近、黄色のゾーンがだいたい 206.5 付近ですね。この辺りまでの上昇を一旦待ちたいんですが、今のところはこれ下落トレンドを作ってますので、基本はこの下落に乗ったその動きについていくのがいいと思います。現在は1時間足の GMMA 付近、そして過去の安値付近ですね。この赤い水平線、この辺りが意識されて今下落しておりますので、ここからの下落で先ほど言っていた201円台とか200円台ぐらいまで下落してくるのかどうかっていうところを見ておくといいと思います。基本的にはこの水平線意識されてますので、この水平線とゾーンですね、その辺を意識してトレード。現在は水平線付近からの下落、ここを上抜けてくると白いゾーンぐらいまで、そしてまた白いゾーンから再び下落方向のイメージ、この辺りまで上昇すると4時間足の GMMA にも接触してきますので、204円台から205円付近の間っていうのは戻り売りが入りやすいポイントですので、まずは1時間足の下落トレンド、そして4時間足の下落トレンドを継続できるかどうかに注目。先ほど言ったように4時間足の GMMA の青帯を上抜けるような動きをしてくると、そこからは大きめの上昇してくる可能性があるので、そう考えるとまず1時間足の GMMA から下落できるかどうか、この GMMA を上抜けてくると上昇しやすくなるんですが、すぐ上にはまた4時間足の GMMA がこの辺に走っておりますので、そこは注意が必要ですね。基本的にはこの下落トレンドを崩すまでは戻り売り、1時間足の下落トレンドを崩してきた場合は4時間足の下落トレンドが継続するかどうかに注目です。そして先ほど言ったように、まずはこの水平線とかゾーンを意識しておくといいと思いますので、その辺にアラートを仕掛けておいて、そこまでは引きつけてから戻り売りとか押し目買いをするのがいいと思いますので、まずはこの水平線とかゾーン付近にアラートを仕掛けておく。アラートは簡単に設定できますので、まだトレーディングビューの無料登録されていない方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらから無料登録してみてください。
では次はドル円を見ていきましょう。ドル円はトレンドラインを下抜けて、そして昨日は上昇はしてきてますが、まだ GMMA の青帯の下にありますので、基本的には戻り売りがされやすい試合です。ただ、ストキャスティクス安値圏にあるので、そこはご注意ください。今はこの上昇トレンドを崩してはきているんですが、まだ下落トレンドに入ったわけではありませんので、基本は上値が重いんですが、またこのトレンドラインの内側、この上側ですね、ここに戻されてくると、再び162円を目指して上昇していくような動きになってくると思いますので、まずはこのトレンドラインの上に戻してこれるのか、それともこのトレンドラインの下で推移するのかっていうところに注目です。では4時間足です。こちらもわかりやすいですよね。GMMA の青帯下向きで GMMA の青帯付近からの下落になっておりますので、本日もそろそろ下落方向に動きやすいところなのかなと。GMMA に接触するのはもうちょっと距離があるので、158円ぐらいまで本日上昇してからの下落になるかもしれません。ストキャスティクスはそろそろ高値圏ですので、やはり一旦の下落方向は見ておきたいですね。現在地付近から下落する可能性もあるんですが、まずはこのオレンジの水平線ぐらい、158円手前ぐらい、もしくは158円前半ぐらいまで回って、そこまで引きつけてからの下落の流れをイメージしておくのが分かりやすいかもしれません。基本的には今下落トレンドですので、4時間足の GMMA を上抜けるまでは戻り売りで見ておきたいです。では1時間足です。こちらもポンド円と同じですね。水平線をいろいろ引いておりますので、水平線、ゾーンが意識されてきますので、今はこのゾーン、白いゾーンにぶつかってますよね。なのでここからの下落になるのか、そして白いゾーン上抜けてくると赤い水平線ぐらいまで上昇する可能性があるので、そうすると 159.5 付近ですね。その辺付近までの上昇の可能性は考えておきたい。ただこの白いゾーンを明確に上抜けられなければ、ここからの下落、そして4時間足の GMMA もすぐ上にありますので、その辺付近からの下落は十分に考えられますので、まずは水平線を意識して、そこで短くトレードをしていくっていうのが今のポンド円とドル円ではやりやすいと思いますので、現在はゾーンにぶつかってますので、この辺りからの下落、そしてここを上抜けてくると、一旦は上昇していくと考えておくのが分かりやすいと思います。現在は白いゾーンから下落する可能性はあるんですが、GMMA の青帯上抜けてますので、今度 GMMA の青帯でサポートされればそこから再上昇していくとも考えられますので、今は4時間足の GMMA がこの辺を通っていて、4時間足の GMMA で上値を抑えられつつ、1時間足の GMMA でサポートされるかもしれないという分かりにくいところに来ておりますので、戻り売りをするのであれば、1時間足の GMMA を下抜けてから、押し目買いをするのであれば、4時間足の GMMA を上抜けてからがやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。